はい、皆さん、お疲れ様です。はい、今週はですね、中京競馬場で高松宮記念が行われます。G1 ですけれど、いよいよなんか春の感じはしてきましたけれど、どうですか、宮杯とかって今まで何か思い出とか。思い出はねえな。なんか馬券的にはどうですか。なんか一回か二回取った記憶があると、あんまり顔ね。最近だとあいつですよね。マットクールか。ああ、取ったな。マットクールですね。これは取った記憶するな。あれ、マルタのナランフレグって、これ取れなかったかな。まあ、覚えてねえや、あんまり。マットクールは取ったな、確か。っていう、こんなところだ。まあ、昨年のサトノレーブが、勝ってますけれど。勝ったんだっけ。はい、勝ってますね。まあ、今年のメンバーを見て、どうですか。まあな、往年頑張ってきた馬たちがずっと全部、出揃ったっていうことはいいことだ。と同時に、4歳馬も、もうそろそろね、っていうのも出てきてるし、現状のスプリント界、ルガルが向こう行ってんのか、でもルガルが絶対的王者だったわけじゃねえから、バリバリっていう西洋横綱はいないけれども、張り出し横綱から大関クラスっていうのがたくさん揃ってきたし、勢いのある4歳馬も出てきてるし、現状では面白いっていうか、いいメンバーが揃ったんじゃない？それなりのメンバーっていうか、出揃ったっていうところだな。そうですね。馬券的にも何かちょっと、いくつか入り口はなんかありそうな感じがしますけどね。ちょっとじゃあ一頭一頭ちょっと診断を軽くしてもらったらと思うんですけれど、愛用順でいきますね。インビンシブルパパ。馬はね、良くなったな。体使えるように、全体使えるようになってきたから、特に肉がついて、体は成長してきてるし、競馬がちょっと荒いっていうか、もう形がもうはっきりしてるんで、今回、あれするんだったっけ？なんかブリンカーかなんか。そうですね。一週前にブリンカー稽古して、今週はつけなかったんですけど、実戦でつけるという話ですね。外から来られるとそこで終わっちゃうような馬だけど、花取り切って、この間、これはもう、あれがもうめちゃくちゃ一頭速いのがいるから、あの出方が俺はわからないんだけれど、短期でスポンと行ってもめちゃくちゃ速いペースになるしな。この高松宮は。勝てる可能性があるとすれば、やはり内枠から逃げて、競られないという形だろうね。それなら粘っても驚きはしないけれど、だけど、なかなか、中京で一回勝った時は、あれは、他に来る馬がいなくて楽に逃げられたっていうのが最大の勝因ではあったけど。中京のコース形態が合ってたのかなっていう、そういう。いや、もうこういう馬はもう、なんて言うんだろう。常に逃げるタイプの馬は、その時に展開がどうなるかによって着順が1着から十何着まである。これもそのパターンの一つ、この馬もその形の一つだけど、振り切ってそのまま押し切れるかどうかっていうのは、俺個人的にはそんなにないけど、前半32秒台、33、中京だと、戦時だと33切っていくんだろうから、おそらく。最後はやっぱりゴール前きついと思う。続きまして、じゃあウィン・カーネリアン。もう元気で、去年のスプリンターズと体調そのものはおそらくそんなに、特に衰えたとか落ちたとかっていう感触ないから、位置がないもんな。今回の場合だったらどうしても、スプリンターズは2番手行ってたら他がなんか外でごちゃついてる何もなかったっていう競馬だったから、レースとしては、こういうこと言っちゃなんだけど、運があったっていうか、そのぐらいのレベルだからね。位置ないな。2、3、4番手。スタートがもともと上手だけども、二の足っていうのはさほどもう、やっぱ衰えがあるんでね。早く行けても3、4番、内枠引いて利したとしても、3、4、5番手ぐらいのところの形っていうところで、そこからもう一回エンジン吹かすってことできないだろうから、
ポジションがないね、形的には。AT マクフィー。体調非常に良さそうだね。穴っぽい一面はあるんだけれど、どんな形がいいのかってまだはっきりな。いろんな形の競馬ができそうなんで、イメージは馬場が悪くなった時には3連の大穴でもあるのかなっていうところはあるけれど、個人的にはちょっと馬場が悪い方がいいのかなって気してるけど、ガチでやっぱり辛いと思う。はい、里のレーブ。里のレーブは好仕上がりだね。非常にいい感じで仕上がったっていうか、いつもよく見せるから、もう里のレーブもいい年なんだな。そうです、7歳ですね。見てて、稽古見ててももう本当に上手くなっちゃったね。荒々しさがなくなって。ずっとデビューから好きで買ってたけど、ここのところ、しょっちゅう外国行っちゃってっから、手を離れたっていう感じじゃないけど、あんまり興味なくなっちゃったんで、この前見てても。来そうで来ないもんな。スパッともう来るイメージがなくなっちゃったんだよな。スプリンターズステークスがちょっと、なんとなくイメージ的には、馬券内はこのまま絶対かなっていうそういう印象を受けてたんですけど、結果的に4着だったんですが、一戦ってどう見てますかね。あれスタートあんま上手くなかったんだっけ？そうですね。それが全てだと思うよ。あれ前残りのスローだったから、外回ってもダメだったし。あの時よりスプリンターズステークスの時よりも、良さげには見えるけれど、上位に来ても驚かないし、全然、いわゆる有力馬の一頭であることは間違いない。あんまり俺個人的にもういいやって気になっちゃっただけで、ただそれだけなのよ。全然馬も体調も良さげだし、いいもんな、調教もずっと。そうですね。もうこの馬はいいなって気がしてるだけなんだよね。はい、続きまして、じゃあ、ジューンプレイヤー。もう構想の時はやっぱ前行ってる時だからね、意外と器用な立ち回りはできるけど、普通はないわ。はい、ダノン・マッキンリー。使えるのかな、除外の一番手かなんかだけど。ダノン・マッキンリーが大丈夫かな。いつも通りつっちゃなんだけど、今度頑張っていくけど、もうそこまでだろう。で、ナムラ・クレア。これが引退レースか。そうですね。発表されてますね。確か引退。発表されてんだろ。確か、はい。これはね、後で、そっか、里のレみんな里のレーブにルメールで、ナムラ・クレアじゃなくこっちを選んだのかなっていうふうに、見る人もいるのが多いのかな。そうですね。でもちょっとこれはね、実は違って、去年の阪神カップの時からも浜中でここと宮杯とっていうことでフィニッシュで決める予定だったのが、確かあの時、阪神カップの時って、浜中が怪我か騎乗なんかで乗れなかったんだよ。で、ルメールが空いてて乗ったっていうのはね、結局、今週予定はドバイだったんだよ。ルメールが。で、もうそんなことはもう、去年から分かってるから、で、じゃあ浜中、別にこの浜中と相性が悪いわけじゃないから、だから引退の2つ、阪神カップと、で、最初からそういうローテーションではあった。だから、里のレーブが空いてるメールっていうふうに思った方が、正解だと思う。野村の方はもう多分ルメールがドバイに行く予定で、最初から浜中だっていうことを決めてたってこと。今更もう名村クレアかっていう気もしないでもないけれど、元気は元気だと思うしな。崩れないってのは相当強いよ。ちょっと下手なレースっていうか、ひどいレースも、乗り手のミスって言っちゃあれだけど、千里だから判断ミスだよな。出遅れたり、なんかそんなことがあって、負けてたけど、あとはそれ崩れないしな、この馬は。確実に来るもんな。そうですね。確かに。もう、あれだ、そんなに、5年の、あれはないにしろ、でもそれでも足は絶対使ってくるから、もうこれも有力馬の一頭であることは間違いない。
普通の人が思ってる通りでいいと思います。はい、じゃあパンジャタワー。パンジャタワーはいいな、多分っていうかいいと思うな。函館か。戦に勝ったのは。あれ札幌か、金蘭部か。はい。これはね、相当強かったんだよ。もう、外差しっていうのは決まらない馬場で決まった馬がほぼいないっていうような、そういう馬場状態だったんだけど、それを外から一気に差しにぶっこ抜いたからな。確かにね、去年のファルコン不利があって、それから、オーストラリアも出遅れて悪い馬場内側に入ったとか、で、この間は俺もこれ実は見てねえんだけど、なんか福永調教師が何かに書いたのか、なんかそういう記事も俺もちょこっと見たけど、モレーラのが、かなりこの時は乗り方がおかしかったんじゃないかって。でね、確かにね、これ前言ったっけモレイラ。この時にモレイラがサウジだったっけ？はい、サウジだったっけ？サウジですね。飛行機が9時間遅れて着いて、さらには競馬道具、自分の蔵とかムチとかすべてなくなってると。今、見つかったかどうかわかんないけど、2、3週ぐらい前にはまだ見つかってないって言って、飛行機のよく聞く、そういう荷物のトラブルなのかどうなったのかわかんないけど、で、これ確認しようと思ったら確認できなかったんだけど、まず間違いないよって、なんか俺らの向こうのマネージメントに聞かなきゃわかんねえとかなんとかとかっていう、俺知らねえから。ただ、その飛行機のトラブルで遅れて、荷物も全部なくなって、急遽人のものを借りて乗っかったっていうことだけは間違いない。隊長も、乗役本人も、その日モレーラがいくつか乗っかって、みんな、なんか、腑に落ちない競馬だったっていうのは向こうに行ってた関係者から俺は聞いたんだけど、モレーラでもそんなことあんのかと思ってたら、もうそういう、蔵も違う、ブーツもなかったとかっていう、そんな話を聞いたんでね、確かやったのかなっていうとこがあって。で、パンジャタワーは結局は負けたのが、ファルコンも、両サイドからやられたしな、去年。負けたのが、結局は不利が本当に、目に見えての不利というところがあったんでね、キーンランドの強さって言ったら、ちょっと、正直驚いたんでね、パンジャってつく、この間ここで電話が急にあった、何しそうでしたね。よく言われるんだけど、俺の馬に一回も印つけてくれたことない、ほとんど抜けだねって俺言われるんだけど、悪いねとは言ってたんだけど、今回はね、重い印、本命かどうかは、3頭決めてってるうちの1頭ではある。本命対抗黒のうちの1頭ではある。長距離部員出てなかったんでね、昨日。なんとも言えないけど、多分そんなに当初からもうここって決めてたから、そんなに難しくなく仕上げられてるんだろうと思うけどね。そんな気がするけどね。あとはだからその、中京の外だけの直位置の差し切りっていうのが、今の芝生なかなかないよっていうところなんで、だけど意外とね、スタートしたら真ん中ぐらいにいられるんじゃないかなっていうぐらいの足はあるしな。無理しないで。全然、その辺は心配ないから、直線のさばき一緒だろうね。やっぱり大外持ち出したら結構外は伸びづらいんですかね。うちがずっと粘ってるっちゅうのみんなうちつくから、うちはもう渋滞起こすからね。流れれば、本当にハイペースになればさばけるから下がってくる馬は、前に3列ぐらい3頭頑張ってるような競馬だったらさばけなくなっちゃうけど、ただ、ずっと外回ってりゃ無理だけど、道中は真ん中内走ってて直線だけ外に出すって形がベストなんだと思う。それは枠順とか流れとか、その道中のポジションとか、ジョッキーの判断とかっていう、全てそこにかかっちゃうから、でも暗夜だけだったら、もう当然最右翼になってきてんじゃない？そうですね。お年いった人たちよりは、全然いいと思う。ということです。はい。続きましてです。ビッグシーザー。ビッグシーザー。G1 に手届かないもんな。
ちょっと相手が強くなると、やっぱり結構差が出ちゃうんだよな。不思議なもんで競馬ってな。まあ今回もそんな感じになるか。またあんまりスタートがたまにあんまり上手じゃねえっていうところもあるしな。はい、ピューロマジック。いやもうわからんな。でも、行けば、ヤギスですか？いや、行けば潰れるってことがはっきりしてるし、じゃあ抑えるんじゃねえかなと思うけどな。この間も抑えると思ってたんだ俺。もう行ったら早いもんな、本当に。800メートルの競馬があれ、世界記録できるぐらいのレベルだよ。もう抑えるんじゃねえかなって気するから、抑えができれば。まあ抑えができないことはねえんだろうけど。そうですね。まあ、控えた競馬もしてきたんですけど、ただ、まあ、前走逃げた足がどっちかというと長所であればガンガン行ってもらいたいんですけれども。いやいや、だって、その前、抑えができるようになったってこの間あれだったから、もう明らかに行く構えで競馬やっちゃったから、まあ行けば止まるもんな。自爆するもん。行けば追っかけないしな、2番手がもう分かってるから、早いってことが。まあな。控えて、もしかしたら一発あるっていう感じですかね、あんまり。あっても、驚きはしないんだけどな。でも、レースはできないもん、この馬。かけっこはできっけど。今のところはね。だから、まあ本当に、いやいや、競馬できちゃって上手だったよっていう可能性はゼロではないけどね。これは、安城が変わるっていうのは、馬や下手関係なく、馬も、ちょっと違った感覚になるんじゃないかなと思うし、あっても全然驚きはしない。全然、別に驚きはない。フィオライア。この間行けずにドボン食った。やっぱり行かなきゃダメなんかな。花行けるぐらいなスピードっていうか、まあ、ピューロマジックってのはこれはもう別世界の馬だから、それ以外だったら花は取れる可能性がある馬ではあるんだけど、ただ行ったら、ハイペースで行ったら潰れちまうことはもうはっきりしてるし、後ろからでもダメだからやっぱかなりきついな。ポジション的には。っていう感じだ。はい。ペアポルックス。この間出遅れたのがラッキーだったな。出遅れて、拉致走ってたら他の馬いなかったと。ルメールが、ミステイクしたから、ルメールが外に行ったらみんな真ん中、ルメールの後ろにケータのレイフィアがいて。レイフィア見ましたね。全部、内側をきれいにしてくれて、内だけ走ってたら、あれは距離大道具だから、本当に運が良かった。出遅れも全て噛み合った。まあガチはきつい。ということで、多分、あれ形見しちゃうと、多分ジョッキーとしてももう前に行くってことは考えないね。前に行けばやっぱり、ここはもう厳しいと思っちゃうだろうから。差しに回るだろうけど。まあ、岩田ジョッキーなんで、まあ、インチキの、ですかね。枠にも迷うと思いますけど。ただね、それで、ズボってくるほどの、あれはない。何ですかね。今回は、この間一回恵まれたから、大ラッキーだったからいいだろう。うまくいったから。はい、ママコちゃん。これ7歳で、まだ現役を続けるみたいだけどね、これがちょっといいんだよな、というのは、やっぱこの馬崩れない。で、俺、ママコチャは、スプリンターステークス G1 取った時から、その前ぐらいからずっと本命してたはずなんだけど、そうですね。ママコチャは俺結構ね、北海道の見てるし、ずっと見てきて、この間の前哨戦が、見る限り、一番悪かった具合が悪かったって言い方は、関係者に、旧車の、池調教師とかなんとかに怒られちゃうけど、なんだけど、いまいちだったな。もう、毛艶やも馬体の張りも、これはもう今日こそは掲示板消えるだろう、なんて思ってたら、やっぱ渋いな。それもね、結構直線、馬がもうバテてんだよ。前足がね、スムーズに変わんないで揃っちゃうようなところがあって苦しくて。でも、諦めてないんだよな。これがこの馬の強さで、あるんだよな。で、中京はね、確かにね、ゴール前、いつも、っていうところで止まっちゃうっていうところがあるんで、
コース適性は、右回りの中山とかのが合ってるんでね、本当にね、だからこの間があれで走ったから、絶対にプラスアルファが、だからママコチャがこの間俺から見るともう80点、まあ、点数で言っちゃうと80点ぐらいかなと思ったけど、最後まで振り絞ったっていうところに、この馬の本質を見たな。馬って苦しくなると手前変えるけど、変えるときにやっぱりスムーズに変わんなくなるんで、当然もつれるから足が。で、この馬も最後はね、前足がうさぎ跳びみたいになるような形で揃いつつあったんだけど、でもそこでもやめなかったっていうところで、この間の4着っていうのは超評価してるんだよな。4着だったっけな。で、これはね、それを、もうあれを見て、非常に本命にしたいなっていうところはあるんだけれど、あとはまあ中京との兼ね合いと4歳馬との兼ね合いっていうところである。このまあナムラクレアと一緒に走ると、ナムラクレアのが2分の1ぐらいちょっと先に来そうな、いつもそう思っ、なんて言うんだろう、そのくらいの形になるんだけどね。共に牝馬の7歳で。マモコチャは、俺は結構馬券圏内、この今回のメンバーでもあるなっていう風に見てるんだけどね、買いたくな、この間次買いたいな、本命にしたいなっていうのはあのレースでは思ったね。うん。どんなとこだ。はい。ヤマニン・アルリフラ。どうなのっていうところか、もう。どうなのですか。まあよく知らない。吉野イースター。もう使えねえんだろ、使えんの。まあ、ようここに来て頑張ったな、年いってから。粘り強くなったってことだけど、まあいいだろう。ララ・マセラシュ。これ驚いたんだよな。こんなもん一勝馬で終わると思ったら、急に向こうで連勝、重賞2着で。で、今週半路でやったけど、先週、で初めて稽古で動くようになっちゃって、ちょっと驚いてんだけどよ。今まで猫をかぶってたんじゃねえか。まあ、そんなとこでも、時計の勝負じゃないな、こういうのはな。タフなレースになった時に、どさくさ紛れに突っ込んでこれればっていうところだけど、まあまあ厳しいことは厳しいわ。はい、レイピア。レイピアね、2走前単勝買って、この時ね、俺覚えてないんだけど、本命が対抗だったのかな、まあ、上位のシステム。で、この間は、まあ、その、印で三角、4番手か5番手ぐらいの三角つけたんだけどね、実は、この間のレースで、この馬の単勝買ってたんだよ。で、その前も単勝買ってたんだよ。で、なぜかっていうと、やっぱり前提こうやってパドックの時も見てて、あ、この馬本当に良くなったわと思って、いや、素晴らしい、その上昇度と変化っていうか、2回前のあれの時よりも、この間見たら、ああ、この馬勝つなっていうふうにもう、まあ直線、ルメールの後ろにつけといて、ルメールが真ん中に行った時に、内側空いてたけど、で、内に入ったんだけど、まあその時にはもう、岩手康成の方が早めにトップスピード入ってたから、その勢いで、またゴール前迫ったんだけどね。先に出し抜かれたって形を取られちゃったんだけど、あのイメージからすると、ちょっともう代替わりしてもいい、この馬がトップ戦線に踊り出てもいいなっていう。完全になんかその差し馬としてなんか、そうだね。されちゃってる感じですかね。ほっといたらあの位置にいるっていう形で、無理して引いてるわけじゃないし、点からガシガシいかないで、もうそこのポジションにいられたっていうところで、しかも折り合いがついちゃうしな。そうですね。うまく馬群に入ってもひるまなかったし、で、結構みんなが動いて仕掛けてる時にも、この馬自身は手応えがまだ余裕あったから、おそらく、タフさっていうか、まあ、肺活量も相当上がってきてんじゃないかなっていう気がする。去年のこの、あれから見て、今年の見ると、馬がやっぱり相当変わって強くなってきて、いいんじゃない？で、4歳馬ともにタワーオブロンドンの子だけど、やっぱり似てるところはあるんで、タワーオブロンドンの子ってね。
若干細めっていうか頼りない体で出てくるのは走らないけど、この2頭ともやっぱ骨もがっしりしてるし、そういう重戦車タイプっていうのかな、瞬発力32、瞬発力もあるけれど、タワーブロンドンのいいところが出てるのかもしれないな。父親よりも走ってんじゃねえかと思うような気がするけど。やっぱりがっしり出た方がいい、がっつり、がっちりしてた体つきのがいいね。しばらくタワーブロンドンの子っていうのは、今後も短距離路線、もしくはダートも兼ねてたけど、大物っていうか本物がたくさん出てくるような気がするね。似てるね。父親が出ちゃってるけど。いいか。こんなとこだな。はい。あと、レッドモンレーブ。言うことないな。絶好調だ。けどなだ。どうしても、もうみんな分かってるだろう。ですよね。もう分かってるよ。絶好調。どうやったら来ますかね。どうしても来ない。何やったって来ないよ。無理だよ。だから、この馬自身が中京で上がり33使ったところで、他が35使わなきゃ来ねえんだから。そのぐらい、中京で33使っとって、他が35なら間に合うだろうけどっていうとこだけど。自分だけ33だからみんな35っていう、そんな虫の都合のいいことはないから。はい、そんな感じだね。はい。だから、4歳馬2頭プラス、コバではちょっとママコちゃんを非常に気になってます。白牛の順番はまたこれからということですね。あんまりなんとこだな。はい。予想がこれから入るので、印の方は新聞なり、コンビニプリントなり見ていただいて。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬三郎。ニアハイの他にどうしましょう。重賞4つあったんだけど、まず、マーチステークスなんてのはこんな毎日当たんねえんだよ。ハンデ戦のオープン。前も言ってるけど、じゃんけんしてくれってやつだから。一生懸命やってんだけど、もう答えは出ない。ダメだ。で毎日はちょっとメンバーしょぼいんでね、興味なくなった。で、日経賞はね、さほどのメンバーじゃないけど、ちょっとね、気になったのが、レーベンスティールがね、ローシャンパーク。ローシャンパーク。これ、レーティスピリットマッチ。来週大阪杯ですね。ローシャンパークは、セントレート記念が3着です、ね。3着か。その次が普通2勝クラス勝って、その後函館記念、オールカバーとか。そう。勝ったんだっけ？勝ってますね。だからそこら辺までが良くて、その後ずーっと惨敗してるんだよ。大阪杯が1回2着。1回2着したか。あと G1、海外ほとんど出戦してて、有馬記念7着から、宝塚から15着、アルゼンチン共和国12着という。喉があったっていうことで、2回ぐらい前から手術して、全然よくなって。それがね、その頃で勝ってた頃と比較して、それもこの間ぐらいまでなんか全然もう、外国なんか行ってるけど、こっちにいる時は全くもって、もう終わっちゃってんなと思ったけど、ちょっとずっとこの中間、こっちにいるの見てきて、あの時に戻ったなっていう馬の、まだ雰囲気が全然良くなったのと、動いてて苦しくなくなってるっていうのと、無理がなくリラックスして大きく動けてるんでね、おそらく心身がかなり良くなってる。だからこれは喉もいい傾向になってんのかなっていうのがあるね。まず体つきが良くなったな。というところで、今回は、相当復活の下地ができたかなって、復活できるんじゃないかなっていうところで。それで、この中山の2号にしては、前に行く馬が結構強いるだろう。コスモキランドあたりはこの間たけしの講義場で、あんな楽に逃げっていうのは今回できないしね。当然ね、ミステリーウェイがいて、あそこナイスショーってのはこの間すんげえ強かったもんな、この間の競馬は。あの形は取れないだろうな、おそらく。今回は前が結構いるんで、エヒトあたりじゃ残念ながらしがみつくのがいっぱいだろうけど、キュランダもおそらくいけないでしょう。ということで、普通に行けば、ミステリーウェイが行って、アスクナイショ
あたりが、連れて行かれるんだけど、そこに絡みそうなのがやっぱりエヒトだろうとか、まあ、キュランダあたりもそこら辺には絡んでくるもんな。そうですね。結構バイは激しく。意外とね、ね。だから動かずが勝ちっていうところで、本当はマイユニバースっていうのが一番面白いんだろうけど、中山の2号強いしな。もう余裕残して勝っちゃってるから、スタートももう大丈夫かな。このジョッキーが乗れば今のところは。もうロージョンパークっていうのは少し今回だけは見直せんなっていう風になってて。ジャックネイトも良かったね。久々にこのままいいなと思ってるけど。ジャックネイト。ジャックネイトいいな。体とか張りがすごくいいな。今更じゃないけど。これはうまく調整いって、休まして調整いってる一頭だね。関西馬ってマイユニバース。三国インスパイアってのがやっぱり思った通りジリジリってしてるから、重症じゃ結構きつくなるな。4連勝してるけど。どうだな。ローシャーパークいいよっていうぐらいだけだ。あとはまあ、重賞2つは面白くねえや、わかんねえや。という中でね、興味があったのが、ミモザだったっけ ?3 回の特別は。はい。これはね、興味があるっていうか、結構人気通りで決まるんで、パスだ。印、多分つくようなところで決まりそうなんでパス。で、伏竜が面白いなっていうところで。福井ですね。で、こんなとこで伏竜でちょっと馬券買おうかなと思って、一生懸命やった次第です。そうそうそう。福竜ステークス。注目はどの馬なんですか？まず中山の1008ってとこだね。中山1008。これ本当にね、マイルだったら、川田優雅の相当強いぞ。マイルだったら。まあ、マイルじゃねえから、まず、なんとかかんとかな。リベッチョ。うん。1008だとゴール前、ちょっと、足が上がる可能性は高い。作りはもう完璧なマイラー、素晴らしいダート馬で、間違いなくバリバリ重賞で活躍できる馬であること間違いない。距離は、まだ未知数なんだけれど、一つ言うのが、これ土曜日で多分時計早いと思うんだよ。ここがポイントで、これだったら十分だな。多分なんか印がたくさんダノンバーボンについてるけど、悪くないと思うよ。俺もこんな、まあ決定知らんけど、どんな馬なのかわからんけど、レースっぷりは強いけどね。レースっぷり強いけれど、ちょっとまだ俺としては、そこまでじゃないなっていう気持ちになってしょうがない。で、川田優雅のが、1008だから、これもゴール前、あれなんじゃないかな。これ結構人気割れそうで、楽しんでね、非常に、この時計が速くなるという予想でやるけど、その点で、帝王カイザーっていうの。帝王カイザー。これは、ダートに切り替えたっていうのは、なかなか切り替えづらいけど、切り替えたっていうのは大正解だな。ごってりしたダート馬じゃないから、へえと思ってたけど、なるほどなと思ってたんだけど、この北さんブラック。砂で切れる馬っていうところなんだな。で、速さで対応できる馬っていう。この1008で、いわゆる1分54秒ぐらいの競馬だったら別だけど、これ51秒とかっておそらくなると思うんだよ。51秒台、50秒台があってもおかしくないか。馬場次第では。面白い面もあるね。いろんなところに出してみると印が分かれちゃってるから。ちなみに、チャーリーはどう見てますか？チャーリーいいよ。チャーリーいいけど、この間なんかもう、俺チャーリーもデビューからずっと買ってて、あれだけど、足んないな。足んないですか？はい。まあ、足んないなって言い方おかしいけど。勝ち負けするにはちょっとまだっていう感じですかね。俺こうやって思っちゃう。俺はそうやって比較足んないって言い方おかしいな。バリバリダートで重賞で活躍でき、将来活躍できるっていうレベルを言ってると、このリベッジョっていうのと、まあ、帝王。これ、まあ、で、ダノンも多分大丈夫なんじゃないかなっていう気がするんだよ。はい、で、って見ちゃうと、俺はどうしても見ちゃうから、チャーリーは落ちるんだよ。
あといろんなところ染みついてるけど、その時の競馬、だから今回の競馬で展開が良くなったとか、そういうので、任せる馬っていうのは何とか出てくる可能性があっても、それはそれでいいんだけど、長いスパンで見ちゃうと、競馬はその時の競馬っていうのは展開とかいろんなもんがあるから、あれだけど、馬的に俺の感覚の見た感覚だったら、このさっき言ったテオとリベッチオっていうのが、将来は、2頭は上に重賞で戦ってくる馬っていうことは、まあ間違いはないだろうとは思う。だから今回はどうかっていうのはまた別問題だけどね。でもそれほど、川出優雅は人気にはなるだろうけど、テオはそこまで人気ないだろうから。ほぼな。そうですね。多分、印的な順番的だから、にはチャーリーとか、ダノン、ベラッチオ、チャーリーとかっていうのが新聞についてるけど、その辺が人気なんじゃない？あとはまあ、ミホのトラックもあたりは、行ってらっしゃいとかつけたくないんじゃない？まあな、まあいいでしょう。俺から言わせると。まあ、サンダービントとかドンなんとかっていうのも、姉妹は確実に来るけれど、早い時計で、決着で追い込みでスパッと来るということはない。やっぱり前が止まってっていう、相手任せってあなた任せの競馬になっちまう。どんなんとかもそうだけどね。ラッキーキットってのは正直これはちょっとね、これはまだ正直つかめてない。わかんないんだよ。なんぼ見てても。この馬わかんねえんだよな。大きく動けないっていう簡単に言っちゃうと。だから、小足を使う馬なんだけどな。東京よりも中山の方が合ってるような感じはしますかね。この馬の形は、俺の経験から言って、パワフルな馬場のが、速い時よりも、若干その砂質が重たい、深いとかそういう風なのが、かっぱいていくあれで、合ってるはずなのよ。だから、レベルはね、悪くないんだけどね、その速いスピード決着になった場合は、どうかなっていうところはある。結構、でもマークは須藤が結構、展開もわかんないし、でもね、多分川田優雅の速いんだよな。この天性のゲートの速さで走ってるからな、2回こっちで見てると、スタートは。逃げるのがやっぱ川田優雅になっちゃうのかな。なんか今パッと見ると、どうですかね。速さ的には圧倒的になんかスピードは点のスピードありそうですけどね。他になんかそれこそ逃げてますっていうのがいないのか逃げますっていうの。だったらあんまり速くなんなかったら、団子で流れちゃうと、ちょっと、あれだけど、でも、北さんブラック切れるぞ、速い時計なら。これはちょっと、面白いなって思ってて。手を返さずね。特別重賞の中でこれが一番面白かったかな。こんな感じだ。じゃあ今日はここまででお疲れ様でした。じゃあそれでこれいただきます。今週もご視聴いただきありがとうございました。いよいよ春 G1 のスタート、高松宮記念ですね。じゃじゃん、私は日本に来ています。イエーイ。こんな感じです。見えましたでしょうか。ここはトレセンのスタンド前で撮影をしています。そして皆様にご報告があります。馬三郎で書かせてもらっている私の G1 コラムなんですが、この春からリニューアルいたしました。これまでは予想という形で出していたんですけれども、よりその出走馬にフォーカスをしたコラムに変更させていただきました。どんなことが書いてあるか、どんな馬の素顔を知れるのか、ぜひチェックをしてみてください。よろしくお願いいたします。そして柳さんに質問がある方はコメント欄へお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。